今日は先日竹細工に関しての動画にしてほしいことを YouTube の投稿で募集したんですけど、そこでコメントをいただいた幅引きや線引きなどの正確で厳密なひご作りができなくても簡単に作れる初心者向けの実用的なかご作りも教えてくださいというコメントをいただいたので、動画にしていこうと思います。初心者向けの編み方としては、四つ目編みと六つ目編みと、あとは五座編み、この辺が一番簡単な編み方かなと思います。かつ材料の厚みや幅がバラバラでも編めて実用的なかごとなってくると、何がいいかなって考えたんですけど、一番は四つ目編みなのかなと思います。で、実用的なかごということなので、棚にも置きやすかったり収納として使いやすい四角いかごがいいのかなと思いました。六つ目編みでも四角いかごっていうのは編めるんですけど、それは以前に動画にもしてるんですけど、ちょっと難しいので、四角くできて一番簡単な四つ目編みの長方形の編み方を今回は解説しようと思います。四つ目編みといっても、ここにあるかごは全部四つ目編みです。これも四つ目で、これは果物かごですかね。これも四つ目、これも四つ目、これは全部四つ目です。だけどひごの細さが細いものと太いものでは全然雰囲気も違うし、材料がバラバラでもっていうことだったので、幅が広いのと細いのが初めの頃はできてしまうと思うんですけど、それも交互に編んだりするのもすごく可愛いかごになるので、ひごがバラバラでもなんとなく形になるのがこの四つ目編みです。で、だんだんひご作りが慣れてきたら、こう細かいひごで編むとすごく綺麗かなと思います。これは以前の動画で紹介した底が正方形の四つ目編みのかごです。正方形にしたい場合は以前の動画を見てもらえたらわかると思うので、今回は長方形を編んでいきたいと思います。四つ目編みは滑りやすいので、竹の皮と実を使って編んでいきます。竹の皮と実を使って編んで少し時間が経つと、皮と実では皮より実の方がより飴色になっていくので、そのコントラストも綺麗なので実と皮を使っていきます。実と皮を使う利点としては、仕上がりが綺麗なことと、あとは実が滑り止めになるので、初心者の方が四つ目を編むときは皮と実を交互に使うと編みやすくなります。また材料もこの皮を作る時に実も出ると思うので、材料も半分の数でいいので材料作りも簡単です。今回使うひごは幅が5ミリ、厚みが 0.5 ミリのひごを使います。実も同じで大丈夫です。で、材料で細かく厚みを調節できる方は皮と実を比べた時に実の方が柔らかいので、皮よりも実の方を少し厚くしておくと綺麗に編むことができます。じゃあ早速編んでいきます。中心に使うひごが一番長いひごがいいので、最初にできた材料を見てもらって、長いひごと短いひごに分けておくと編みやすいです。長いひごを使って
中心は4本ともすべて革で作ります。中心はすべて革。その周りに1本ずつ実を入れていきます。皮だけの時はつるつる滑って目を揃えてもすぐに広がってしまうんですけど、実と一緒に編むともうこれで動かしてもずれなくなりました。すごく編みやすくなります。皮編み、そしたら次にまた周りに皮実の順番で入れていきます。詳しい編み方は別な動画で解説しているので、詳しい編み方を見たい方は概要欄を見てみてください。ここから一気に編み進めていきます。底を編むことができました。皮から始めて皮身で編んでいったので、最後は身で終わるようにしておきます。そうすると滑り止めになるので、ここから立ち上げをする時も立ち上げがしやすくなります。中心がわからなくなった時は、最初に中心の4本は皮だけで編んでおいたので、皮になってるところを探せば中心が見つかるので見つかりやすいです。今回は中心から1234567891011121314 1234567891011121314中心を含めて14本ずつ入れました。縦と横の長さが同じかと、あとは対角の長さが同じになっているかを確認してください。ひごの幅や厚みがバラバラな時は目の大きさを揃えようとするとこの長さが変わってきてしまうと思うので、目もある程度は揃えながら、この縦横斜めを一番合うように編んでおいてください。じゃあ立ち上げをします。裏返して長方形を作りたいので、端から1234567891011この場所はお好みで、端にすればするほど長細い長方形、中心に寄れば寄るほど正方形に近くなります。で、真ん中でつなげば正方形ができるんですけど、今回は端から1234567891011角から1個目の隙間、2個目の隙間、3個目の隙間、4、5、6、7、8、9、10、11、11個目の隙間、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、角から11個目、角から11個目の隙間に印をつけたら定規で結びます。で、今回は、節なしで編んでいるので、節のことを考えなくていいので一番簡単なんですけど、もっと大きなカゴを作りたくて、節ありで作る時の節の位置はどうするんですかっていう質問もあったんですけど、今描いたこの
立ち上げのこの線に乗っていたり、あまりにも近いと立ち上げた時に折れてしまうので、節はなるべく中心の方に来るように並べていきます。もし節があったとしたらこんな感じになります。節をこう矢印のように中心のラインに集めてあります。中心ラインに矢印になるように集めてきていて、立ち上げの端の辺のところに近い場所っていうのはこのまま続けていってしまうと折れてしまうので、もう少し端にこっちに寄せていきます。この竹の節がもしここにあったとしたら折れるので、それはそこではなくて側面に持ってきて節が折れないようにしてあります。今回は節なしで全部で56本、皮と実合わせて56本使って、ひごの長さは一番長いので45センチ、一番長くて45センチ、端の方だったら40センチないぐらいの長さのひごで、短辺が16、長辺が25ぐらいのカゴができそうです。じゃあ立ち上げをします。立ち上げにはコテを使います。このコテは販売してるので、よければ見てください。今鉛筆で描いた線に沿って立ち上げをしていきます。焦げるとすぐ折れてしまうので、焦げないようにしっかり水で濡らします。立ち上げができました。ここから側面を編んでいきます。側面の編み方は正方形の四つ目と同じなので、詳しくは概要欄にある動画を見てください。簡単に説明します。角、立ち上げの時に描いた角を確認して、こっちのひごは上に出ていて、こっちのひごは下になっているので、ここをクロスしてこう上下上下交互になるように編んでいきます。こっちの丈もここと編み方は全部同じで、下上下上になっているので、下になっているひごを拾って編んでいきます。
下になっているひごを拾って一つの角ができました。続けて残りも編んでいきます。4つの角を立ち上げることができました。そしたら高さを決めて余分な部分を切っていきます。6センチの高さに印をつけていきます。もし短いひごがあったら端材を使ってこのひごに沿わせて今このひごを継いだんですけど、継げば2箇所ぐらい下を潜るようにしておくとどこに継いだかわからないぐらいになるので、もし短くて足りないなっていうひごがあれば継ぐことでひごを伸ばすこともできます。今描いた線の上を木工用ボンドで留めておきます。これをつけておくと竹をハサミで切った時に竹が割れにくいのとずれにくくなるので、塗っておくと次の作業がしやすくなります。ボンドが乾くのを待つ間、枠を作ってしまいます。ぐるっと長さを測って合わし目部分の長さも足して足りる長さの竹を準備します。枠の幅はだいたい1センチだと細くて 1.5 だと幅が広すぎるので、その中間ぐらい目指して作ります。今回は簡単に枠も終わらせたいので、一般的には外側も皮、
内側も皮同士を合わせて作ると一番丈夫になるんですけど、今回は簡単にしたいので外側は皮、内側は身で作りたいと思います。なので今割った状態なんですけど、皮と身、こっちとこっちを使います。なのでここ尖ってるところが邪魔になるので、ナタで落とします。ある程度ナタで落とせたら、あとは小刀で平らにします。身のこういうところ、ここも小刀で落としていきます。節の部分も小刀で落として、角の部分もきれいに落としました。そしたら皮と身をへぎます。この時にあまり皮の方を分厚くしてしまうと枠を作りにくくなるので、皮の方が薄くなってます。身の方が分厚くて皮の方が薄いです。皮と身にへぎました。今回の竹は竹の厚みがそんなになかったのでこのままでも大丈夫なんですけど、もしすごく分厚い厚みのある竹でへいだ時に身の方があまりにも分厚い時は身だけをもう少し小刀で薄くしていきます。次に幅を揃えます。皮の方も竹の角を取っておきます。こういう丸い皮
カゴを作りたい時は竹の厚みが均一じゃないと綺麗な丸にならないので、厚みが厚いところは薄くしてとかっていう必要があるんですけど、今回は四角なので角を曲げればいいだけなので、だいたい揃っていれば大丈夫です。枠を曲げていきます。枠を曲げるためにこのカゴとサイズを合わせます。短辺が16.2 ぐらい、長辺が24.2、ボンドが乾いたので先に切ってしまいます。カゴの長辺、長い方に節が来るようにしたいので、長辺の 24.2 センチ、24.2、節が中心になって24.2 センチ、短辺の 16.2、カーブするので、そのカーブの大きさを描きたいので、両脇に1センチずつ線を描いておきます。この大きさのカーブにします。両脇に1センチずつ。で四角になって、最後ここは合わし目になるので、合わし目の部分は先にだいたい削っておきます。内枠になる実は外枠よりも少し小さく作ります。外枠の印がここなので、外枠の印だとここなんですけど、ちょっと小さく作りたいので1ミリ2ミリ小さい場所に印をつけます。で内枠も合わし目はだいたい削っておきます。竹を曲げるのはろうそくかこういうヒートガンを使います。今回はこれを使ってみます。枠を
留めるときはここに V 字の切り込みを入れます。この辺に。切り込みを入れることで針金がずれなくなります。針金で留められました。そして身の方も曲げていきます。皮の合わし目がこっちだったら、身の合わし目は反対のこっち側に行きます。こっち側から順番に針金で固定していきます。もしこの枠が難しかったら、前回の動画のこの4つ目の正方形からエビ止め、これをやると枠は作らなくて済みます。ワイヤーで留められました。そしたら4つ目はほとんど隙間がないので、ここにササラは入れても入れなくてもお好みでいいんですけど、入れたい人はこの段階でササラを入れていって、とりあえずカゴを完成させたい人は遠巻きをしていきます。今回はこの太めの籐を使おうと思います。これは幅4ミリか5ミリぐらいの太めの籐で巻いていきます。籐も一番簡単な巻き方をしていきます。籐の端を最初内枠とカゴの間に差し込んで、そして今入れたところと同じところにもう一回入れます。でまた斜めにいって、この飛ばす本数、どこの穴に入れるのかはお好みで、そのカゴによって好きな場所で大丈夫なんですけど、今回は斜めで1、2個隙間を過ぎて2個飛びで入れていきます。隙間1個前に入れたところから1個2個2個の隙間を飛んで、ここ2個飛びで入れます。斜めにしてもう一回同じところに通します。
隙間を1個2個飛ばして斜め、もう一回同じところに通します。ぐるっと一周回って最後はこの塔を最初と同じように内枠とカゴの間に差し込みます。このピロンって出てる塔は切ります。このままだと置いた時にガタつきが出るので、こっからここまで、こっからここまでの短い竹で底を作ります。こんな感じである程度厚みがある竹を入れます。できるだけ竹の皮と皮のところに差し込むと竹が折れにくいので、皮と皮になっているところを探して入れてください。これで完成です。このかごは四角なので実用的で、厚みや幅がバラバラでも編めて、編み方は簡単です。だけど一番の問題がこの枠だと思うんですけど、この枠さえちょっと頑張って作ってもらえればお家でも使いやすいかごがたくさんできるかなと思うので、是非試してみてください。四角いかごならこういう感じでタオル入れに使ったり道具入れに使ったり使いやすいかなと思います。よければ作ってみてください。動画をご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンお願いします。